ます。スピリットアート。感情を飼いならす心理術。海王剣でスパーキング。こんにちはんこ。どうも、ワスです。今回はあたおか企画の続編として、感情をうまく飼いならす考え方についてご紹介します。なんだ、心理学の話題かと思われるかもですが、実は人と神の本質に迫った大事な回になります。心の動きを抜きにしてこの世界の仕組みは語れないし、人はとかく感情に振り回されやすく、普通に生活してるだけでもいろいろと嫌な空気、嫌な人、嫌な出来事は目についてくるもの。湧き起こった感情を見て見ぬふりをしたり、その渦に飲まれ振り回されたままでいると、自分にとっても周りの人にとっても大変なことになります。あたおか企画の第4弾のビデオでアセンションのコツと同時に愛念で祈る方法もお伝えしましたが、そもそも愛念で祈る動向以前に嫌な人や嫌な出来事へのイライラが収まらない、嫌いな人のために祈りたくない、そんなケースだって出てくると思いますので、今回さらに深掘りして考えていきましょう。チェケラ。まずは大前提として、怒りやイライラした気持ちをずっと抱え続けていてもあなたにとっては損しか生まないという事実をしっかりと認識しておきます。これまでにイライラして得したことって何かありますか？お金が増えた、異性にモテた、願い事が叶ったなど。どちらかといえばあなたがイライラしたことで周囲の人たちが離れていったり、タンスの角で足の小指をぶつけたり、さらにイライラする状況が重なってきませんでしたか？人の意識は周りに伝播するので、なんかあの人嬉しそうだなとか、悲しいことがあったのかななんてすぐ伝わりますし、今は機嫌が悪そうだからそっとしておこうなど、周りの人はかなり敏感に他人から発せられた波動を感じ取ります。ムスッとした人に話しかけても冷たい返答をされそうなので敬遠されてしまうし、逆にニコニコしてると人が集まってきます。高次元の霊的存在がいる愛と感謝の波動世界は繊細なので、あなたを見守る天使や守護霊、神仏からしてみても、イライラしたり邪気を発してる人がいると苦しくていたたまれなくなり、さっとその場を離れてしまいます。常にイライラした状態の人には他人も神仏も距離を置きたがり、いい知らせも入ってこなくなって運気がだだ下がりします。夫婦喧嘩は犬も食わないということわざもあるように、人懐っこいワンコだってイライラした人間は苦手なのです。そんなこと言われたってどうしろって言うのよ。そもそもこんな感情にさせたあいつが悪いんじゃないの？そんな風に言いたくなる、その気持ちはわかります。ですが、そのイライラを抱え続けていると運気が下がるし、そのうち病気にもなるし、本当に損しちゃうことだらけなので、思い切って考え方や捉え方を切り替えるしかありません。でも一体どうやって？それが今回の主題です。もちろん主観的にも客観的にもどの角度から切り取ってみても、一方的に約束を破棄された、信じてたのに騙された、なすべき対応がなされず法に触れる非道なことをされたとかなら、訴えたり賠償請求したり弁護士に相談するなり、合法的に取れる手段は取ってみてよいと思います。時にはガーシーのように怒りを燃え上がらせて天狗になった権力者を糾弾することも社会の是正には必要でしょう。しかしそうではなく、その内容が個人の裁量で判断するべきことで、他者を巻き込んでどうこうする問題でもない場合、あなた自身は激しく怒りを感じているけれど、他人にとっても社会にとっても大して大事ではない場合、他の視点から見てみたり、違う立場から捉えるとどうなのか、果たして正当な怒りなのか考えてみる余地はあると思います。まず前提として考えなくてはいけないのは、人はみんな自分自身のことで精一杯であり、他人をそこまで
気にかけていられる余裕がないということです。これはあなた自身だってそうでしょう。自分の将来のことや目の前の課題、ずっとやりたかったこと、他人からどう見られてるのか、家族のこと、今後の生活のことなど、日々いろんなことをぐるぐると考えながら過ごしてるはずです。もしもあの人が私のことを気にかけてくれなかった、私の思った通りに動いてくれなかったということにイライラしてるのなら、それをきちんと言葉にして相手の人に伝えてみましょう。黙っていてもテレパシーで交流できるほどサイキック能力に秀でた人は今の地球上にはほとんど存在しません。言葉でコミュニケーションせずに空気感だけで察知させるのは一般の地球人には無理があります。それこそ無言の圧で気遣いを強要する、察してちゃんやかまってちゃんにならないように、自分自身の立ち居振る舞いにも注意する必要があります。とかく人は他人に夢を見て多くを期待しがちです。子供の頃から何でも言うことを聞いてくれた親のように、恋人やパートナーにも同じことを求める人がいます。ですが、その相手の人はあなたの親なのでしょうか？家庭環境も違えば、受けた教育内容も違う。性別が違えば、日々の習慣や考え方だって大きく違ってくるし、好きな時間や休日の過ごし方も千差万別でしょう。同じ人間であるというだけで、ほとんど別種の生き物と言ってよいくらい違うのです。もしかしたら魂の故郷の星も異なっているかもしれません。故郷の星の話題もコアな内容なので、また別の機会にします。人と人が通過で通じ合うのはそもそも無理があるのです。ましてや今現在は年齢を重ねて成人していて、れっきとした大人と大人の付き合いをしているかと思います。そこで求められるのは、親しき中にも礼儀あり、をわきまえた言葉によるコミュニケーションであり、丁寧な対話のはずです。ちょっと今回手厳しい物言いになってるかもしれません。ですが、怒りやイライラを消化しきれずに他人へまき散らすと、そこからさらに他人もイライラしてきて、怒りの連鎖、感情の負のスパイラルが始まってしまいます。基本的に怒りは他人への過度な期待や当てが外れたことへの失望、独りよがりな思い込みが叶わなかった時の落胆、他人の自由意志を尊重しない自分本位の勘違いから生まれてしまうことが多いのです。感情に振り回されて操られる感情の奴隷にはならないように、あなたの中で生じた感情はあなた自身が責任を持って浄化して感情を飼いならす主人公になっていく必要があります。怒りやイライラの感情の渦に飲み込まれてしまう前に、その怒りは正しいのか、またその矛先は正しいのか、一度これまでの思い込みを全て捨てて前提から疑ってみましょう。こうすべき、こうあるべきだ、おかしいよ、そんな風に決まっていることは本当にあるのでしょうか？だらしない、ズボラなあいつ、許せない。同じように怠惰で怠け者な自分はいないでしょうか？人とは面白くとてつもなく自分勝手な生き物です。自分ではできてないし、やりたくもないことを他人には強要したり、自分もそうであるのに自身の非は認めずに他人を責め立てたり、また人はこれまでに教え込まれた学校教育や社会制度、両親の会話やニュースで語られるコメントなどを真に受けて、一般常識や生き方の方向性、価値観を形成してしまうことが多いものです。しかしそもそもこうは考えられないでしょうか？現代社会では日本人全体がどんどん貧しくなってるし、人の心もすさんでいて、自分さえ良ければそれでいいという我よしの考えで生きる人も多くなっている。現代人よりも江戸時代やはるか昔の縄文時代の方が、大人も子供も心が澄んでいて幸せな人生が送れていた。歴史を学ぶとそんな話も
しばしば耳にする。今の世の中で当たり前に語られてきたこと。この社会の常識はもしかしてどこか間違っているのではと。私の大好きな漫画であるハンターハンターにも、また同様に東京グールでもそうした描写があります。もしかしたら間違っているのはこの世界の方なのかもしれません。もしそうだとしたら、現代社会で語られる一般常識や学校教育、会社、社会の仕組み、ルール、構造、すべてがどこかしら狂っているということになります。かの有名な天才物理学者アインシュタインは、常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションである、そう喝破しています。国や文化によって一般常識は違うのです。これまでは当たり前だった生き方がどんどん通用しなくなり、社会の歪みや不調和が日ごと明るみになってきている昨今、一度全てのこうあるべきという思い込みを頭から外して、まっさらな状態に戻して考え直してみる必要があると感じます。一旦冷静になり、思い込みのベールを脱ぎ去って、感情と同化するのをやめて一定の距離を保てるようになると、日常的に愛念のお祈りが使えるようになります。天使も神も仏も精神界の龍神も心からの愛の祈りによって愛の念波に乗っかることで人のために動くことができます。逆にイライラしながら発する愚痴や文句、非難や恨みの言霊は邪神界や魔界に感応し、邪気や邪霊を呼び込む餌にもなるのです。人には天使や仏、神々をも揺り動かせるほどの秘めたる力があります。その反面、悪鬼やサタン、魔王や闇の眷属とも同化し、突き動かしてしまう可能性もはらんだ霊的に危うい存在なのです。天台宗の智義という人物が唱えた一年三千という概念があり、人の一年は三千大世界、ありとあらゆる次元世界に感応するという教えがあります。ただいまただいま、一瞬一瞬のその思いがどの世界に感応するかの分岐点となるため、念の管理を怠らないよう気をつけねばなりません。また、日本の神社のご神前には鏡を備えてありますが、神道には自礼拝という言葉があり、あの鏡は自らを拝むものです。人は神の分根を身に宿した分身体であり、神そのものでもある。鏡から我を取ったら神になるんだよという密意が秘められています。我を構成する要素とは、我見、我執、我欲など客観性を欠いた我吉だけの独りよがりなものの見方や執着、欲望を指します。もちろん自己犠牲になると長続きしないので、自分も含めて関わる人たち全ての幸せを願う八方よしが理想です。その心意気で祈り行動するときに初めて神仏は応援されます。鏡に映る自分の姿を見つめ直し、生涯を離れて神我に目覚め、幼少期からの教育で植え付けられた観念や洗脳から解き放たれ、自身の勝手な期待や妄想、思い込みから脱却してニュートラルに物事を捉えることができるようになると、あなたの精神はその分だけ神に近づくのです。人は霊のとどまるよりしろとして創造され、天使にも神にも仏にもなれるし、邪霊や悪魔にもなれる資質を秘めています。精神界と邪神界、どちらとつながって祈るかが大事なのです。私がここまで感情について細かくお話しするのは、それだけ人の精神に影響を及ぼす重要なパートだからです。自身の感情の置きどころやその瞬間瞬間の念の管理で選べるなら、あなたは神と悪魔どちらの側につきたいですか？さて、この辺りで感情を飼いならす心理術の真っ向臭いお話は締めさせていただいて、あたおか企画恒例のビフォーアフターに移ります。
アートに海洋圏をかけていきますので、あなたのサードアイ、霊眼で変化を見極めてください。スカウターをお持ちの方はぜひお手元に用意してね。それじゃ一丁やってみっか。こちらがすでに気を練り上げてスタンバイ OK なアート作品。それぞれどんな性質の気を放つキャラクターなのか、感知タイプの人はぜひ探ってみてね。これからそれぞれのアートに海洋圏をかけてエネルギーをスパーキングさせていくよ。はい、今修行によって増大した分のエネルギーが宿って海洋圏が倍化するように、最長老様よろしく潜在能力を開花するお祈りを始めたぞ。タッカラプトポッポルンガプピリットパロ。はい、今願いを受け取ってもらえてパワフルなエネルギーがアートに宿り始めたぞ。すごい勢いでアートに海洋圏がかかってエネルギーが溢れ出ているのを感じ取れっかな。はい、今現時点で許された範囲で潜在能力が開花し終わったぞ。それではいつものようにビフォーアフターで確認すっぞ。こちらがビフォー、こちらがアフター。海洋圏でスパーキング前、海洋圏でスパーキング後。2つ同時に見比べてみっぞ。どうかな？わかるかな？それぞれの修行の進み具合でわかる人とそうでない人がいるだろうけれど、右側の海洋圏でスパーキング後のアートの方が、悟空がタイベジータ戦やタイフリーザ戦の時に3倍だとか10倍だとか海洋圏を倍化させて叫んでる時みたく、光のエネルギーが強烈に輝きを放ってるように見えないかな。ややもするとウィン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 と気がみなぎっている時の効果音が聞こえてきそうじゃない？スカウターをお持ちの人はぜひスイッチを入れてそれぞれの戦闘力を測ってみてね。まあこれはエンターテイメントの一環なので、雰囲気だけ感じ取ってもらえてたら問題ないっす。さて、いかがだったでしょうか？前回と今回はそこそこ濃ゆいお話が続いたので、次回はもうちょい薄味のビデオに仕上げたいと思います。他のビデオも含めてぜひ2度3度と見返しながら、愛念のお祈りや感情と向き合う考え方を腑に落として使いこなしてくださいね。エンタメとして面白かったよ。もっといろいろと見てみたいな。そのように感じていただけた人は、高評価やチャンネル登録、コメントなど残していただけるととっても励みになります。最後までご視聴いただいてありがとうございます。